はようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日のおやつは外がカリカリ、中はふわふわのフィナンシェです。では、早速作っていきましょう。まずは型準備からです。型にはバターを塗っておきます。今回はテフロン加工をされている型を使っているので、型はね、結構剥がれやすいのでそんなに厚く塗らなくてもいいんですが、型の素材によっては剥がれにくいものもあるので、ご自身がお持ちの型に合わせてバターの量を決めて塗ってみてください。でここでサラダ油とかではなくバターを塗るっていうのが全体にこのようにまんべんなくちゃんとつくようにするためですね。バターはレンジで10秒ぐらい温めて柔らかくしたものを使っています。隅っこまでしっかり均一に塗っていきましょう。ここでバターの塊があったりすると、後でそこがボコッとなってしまったりするので、それもちょっと注意していきます。きれいに塗れたら生地を流すまでは冷蔵庫で冷やしておきましょう。では、焦がしバターを作っていきます。中火から弱火ぐらいの火にかけてバターを溶かしていきます。バターが溶ける前にどんどん沸騰してしまう場合は、ちょっと途中で火を止めて完全にバターを溶かしてから沸騰させるようにしてください。ちょっと水分飛ぶ量とか変わっちゃうのでね、しっかり全体を溶かしてから沸騰させていくっていう風にしていきます。こんな感じで、今日は量少ないのでフライパンでやってます。で、フライパンをくるくる回しながら、バターを動かしながら焦がしていきますね。で今日は焦がしバターのフィナンシェっていうことで、かなりバターの焦がし具合を注意して作っていきます。焦がし具合でね、結構味が変わってくるので、お好みの味に仕上げるようにしてください。しっかり焦がすとかなり香ばしい感じに仕上がりますし、甘めに焦がすと甘い感じのフィナンシェになっていきます。沸騰してきたら泡の状態をよく確認するようにしてください。最初のうちはふつふつと大きい泡が出てきます。これがだんだんもう洗剤の泡みたいになってくるのでよく見ていてください。最初パチパチ音がしてシュワシュワーっと大きい泡がどんどん弾けるような感じですね。この状態からだんだん泡が細かくなってきます。時々ね混ぜるようにしてあげてください。全体が均一に火が通るようにしていきます。だんだん細かくなってきましたよね。本当に洗剤みたいにしっかり泡が立ってきます。で、この泡がどんどん細かくなってきて、上を覆ってくる頃から、だんだんバターが焦げ始めていくので、しっかりとフライパンを回して、バターの色を確認しながら見ていくようにしましょう。これはもう結構色がつき始めてます。ここからお好みの色に仕上げてください。これぐらいの全然焦がさない状態でもいいですし、もう少し焦がしていく状態でも OK です。今回私はちょっと焦がし強めに仕上げました。焦がしバターはフランス語ではブールノワゼットと言ってヘーゼルナッツの色のバターっていう言い方をするんですね。ヘーゼルナッツの皮の茶色を目指して作っていくのが基本の焦がしバターになります。で今回はちょっとそれより濃いめに焦がしています。あぶくが立っちゃうと色が見づらいので回しながら見ていきましょう。そして自分でもうちょっとだって思うところで火を止めて、あと余熱で火を通していきます。結構色が強くついてますね。でこうやって自分の好みの色に仕上がったら、鍋底を水などにつけて冷やしていきます。ここで冷まして火が入るのを防いでいきます。これしないとどんどん黒くなっていっちゃうので、ここで一回冷ましていきましょう。シューっていうのがしなくなるぐらい冷ませば OK です。後で混ぜるときはだいたい40度から50度ぐらいにしておきたいので、ここで冷やしすぎも良くないので、さっとね、冷ましてあげれば OK です。できたら、茶こしでこしておきましょう。ちょっと細かいめの茶こしでこすと、この焦げの大きいのが取れて、滑らかな生地の仕上がりになります。結構黒めに仕上がってますよね。かなり香ばしくていい香りがしてます。香りでこれぐらいだなっていう風に目安をしてもいいですね。焦がしバターを入れるだけでフィナンシェはだいぶ美味しくなりますね。無理やりこすことはしなくていいので、ちょっとトントンと叩いたらこちらで OK です。卵白の生地の方を作っていきましょう。
卵白は軽くほぐして蜂蜜を混ぜていきます。ちょっとね、冷凍の卵白使ったらほぐれなくってちょっと泡立ってしまったんですけど、ここで泡立てない方が綺麗に仕上がるので泡立たないように混ぜてください。ここに蜂蜜を加えてよく混ぜていきます。もし蜂蜜が冬を越してザリザリに固まっていたりしたら、温めるとシャバシャバの蜂蜜に戻るので温めて使ってみてください。普通に溶けてサラサラの蜂蜜に戻ります。これでよく混ぜて、あとは粉類、ふるったものを入れるだけですね。結構フィナンシェの生地って簡単に仕上がっちゃいます。蜂蜜を入れてよく混ぜて、でここにふるった粉を入れていきます。粉糖はダマになっていることがあるので、まず粉糖だけでふるって測ります。でそれで測れたら、薄力粉と混ぜてふるっていきます。でアーモンドプードルはちょっと粗めのふるいでふるってよく混ぜておくっていうのをしていきます。ちょっとめんどくさいんですが、全部の粉を測ってからふるおうとすると、粗めのふるいでふるうと粉糖のダマが取れにくいですし、細かいふるいでふるおうとするとアーモンドプードルが震えなかったりするので、別々にふるっていくのがおすすめです。で粉糖は測る前にふるうと測りやすいので、こちらもおすすめです。しっかりとダマがない状態まで混ぜられれば OK です。こんな感じでとろーっとした仕上がりになりました。もう生地の状態でも結構美味しそうですね。ここに先ほどの美味しい焦がしバターを入れていきます。ここでバターの温度が40度から50度ぐらいですね。冷たいとちょっと混ざりにくくてまだらになってしまいます。で熱いと卵白に火が通ってしまうので、温度ちょっと気をつけてください。手でちょっと確認する場合は、ちょっと熱いなぐらいから熱ぐらいまでですね。指が突っ込めないぐらい熱い場合は、ちょっと熱すぎるので少し冷ましてください。いやー、いい香りがしてますね。動画で香りをお届けできないのがちょっと寂しいです。飛び散らないようにゆっくり混ぜていきましょう。どうですか？生地も茶色くなって美味しそうになりましたね。またこれが焼くとすごく香ばしいいい香りになるんですよね。ここもよく混ざれば OK です。泡立て器で混ぜた後にゴムベラで混ぜ残りがないかどうかチェックしてください。とても簡単ですね。これだけで生地は完成になります。ここで休ませていくとさらにしっとりとした滑らかな生地の仕上がりになるんですけど、もう食べるのが我慢できないので、もう今日は焼いちゃおうと思います。もし生地を休ませる場合は、休ませて硬くなった生地は少し温めて伸ばしていくと絞りやすくなります。液体状の生地を絞るときは、この絞り袋の先を洗濯バサミなどで留めて使っていきましょう。口金を入れないというのも絞りやすいポイントになります。畳んだ先をこのように洗濯バサミで留めて、でカップなどですね、絞り袋を入れるのにちょうどいい大きさの筒状のものにセットして生地を入れていきます。こうすると一人でも上手に生地が絞り袋に入れられるようになっています。で生地入れすぎてしまうとちょっとやりづらいので、絞り袋の大きさに合わせた量3分の2ぐらいまでを入れて絞っていきましょう。入れられたら上の部分留めていきますね。これでちょっと優しく上のねじらないで使ったりすると上から生地が漏れてきたりするので、上をねじって手で掴んで、でこのように絞り袋持っていきます。で先ほどの型ですね、冷やしたところに絞っていきます。ここで絞るポイントです。口金なしっていうのが、このように液体状の生地を絞っていくときは、絞った後に左手でピュッと生地を止めてしまうんですね。ピュッと止めていきます。こうすることで自分が思っている量ぴったりが絞りやすいです。ダーッと絞ったらピュッと止めるっていうのを繰り返していきますね。かなり気持ちよく綺麗に絞れると思います。絞り袋に残っている分はカードなどで綺麗にこそげていきましょう。これ結構いっぱい残ってます。もったいないのでしっかり絞り切りましょう。
で、最後にちょっと量を調整していきますね。柔らかいと真っ平らになってくれるので、量も見やすいと思います。今回はね、フィナンシェの方ではなくって、ちょっと深い四角い方に絞ってます。ちょっとね、中身が量が多くなってふわふわに仕上がる方を今回は購入しています。焼く時もちょっと中身が多いので、こんな感じでおへそが大きく仕上がりました。周りが香ばしくサクサクっと仕上がって、中までふわふわっと火が通ったら完成です。こんな感じですね。190度の温度で15分というちょっと高温めで焼き上げていきます。なので、ちょっと焼きムラができる場合は反転という途中で型を回すのをしていきます。残り2分ぐらいで回すとちょうどいいですね。均一に色がつけば完成です。熱いうちに型から外しておきましょう。綺麗な焼き色に仕上がりました。バターの塗り具合もそうですし、生地が均一に混ざっていればこのように表面もしっかり綺麗に仕上がります。フィナンシェの表面ってこっちのつるっとした方なの知っていました？フィナンシェって金塊みたいな意味なんですね。金の延べ棒のことなんです。なんでこの形がフィナンシェなんですね。いやー、とっても綺麗に艶やかに美味しそうに仕上がりましたね。中身を割ってみると、今回ちょっと厚めの生地に仕上げたので、中がふわーっとした仕上がりになっています。外はサクッと、中はふわーっと、そしてとってもバターが香ばしい美味しい仕上がりになりました。